在阪メディアは今回も2024年の3月に犯した失敗をしてるんです。あの紙に書かれてるかどうかということがほんまかどうかが重要だったのは、元彦が騒ぎ出す前。元彦が騒ぎ出した後は、元彦が騒いでることが妥当かどうかを検討することの方がメディアとしては重要なんです。元彦が、昨日歴史に名を刻んだわけであります。SNS 選挙偽情報歯止め。改正法案成立。ヘライザーがむちゃくちゃなこと言うの、カシーナッツがむちゃくちゃなこと言うの、正体隠してるからや。ああ、そうや、俺、20世紀少年持ってこようと思ったんや。まさにね、20世紀少年みたいになってるんですよ。あれ、友達政権ができてね、日本人やったらどうしようもなくなってしもたんです。20世紀少年って最後。原作の方ね。映画じゃなくて。友達政権ができて、日本人やったら、日本人の手でどうしようもなくなってしまうの。で、友達政権が好き勝手やって、今度はなんか、空飛ぶ円盤作ったり、ロボット作ったりとかして、中性子爆弾とか作ったりとかして、むちゃくちゃなことやり始めたから、国連軍がやってくるって設定になってるんですよ。いや、まさにそうです。もはや兵庫県は、進駐軍に来てもらわへんかったら無理ですよ。元彦を知事のままにしようと思ったら、進駐軍来てもらうのはしゃあないです。で、これね、G7 加盟各国やったらどうなってるかやったら、今頃ね、怒った県民がね、それもあれよ、別に左翼とか右翼とかそんなんじゃなくて、八百屋のおっちゃんとかね、魚屋のおっちゃんがね、県庁の1階に、少なくともフランスやったら、バキュームカー逆流させて、県庁の前に、巻かれてます。昨日のね、夜の配信でも言いましたけど、喪服スタンディングね。俺、東京で文句言われたこと一回もないねんけど。いや、何が言いたいかっていうと、えらいことになってんのよ。ちょっと実を言うと。南波さんとかチルさんとかがやってる運動が、世界最先端レベルやねんけど、平均点が、日本でもめっちゃ遅れてんねん、兵庫って。真ん中がないのよ。チルさんとか南波さんがやってることは、もう世界最先端です。アメリカの、それこそマムダニの周りにいるようなアクティビストがやってることを南波さんとかチルさんはやってんの。2026年の先進国の民主主義の運動の最先端に南波さんとかチルさんとかはいるわけ。でも、平均点側は江戸時代みたいなとこで発展段階が止まってんのよ。だから偏差値のグラフがこんなんなってんねん。あんたらから見たら反対やけど、こんなんなってんねん。こういう正規分布じゃないのよ。こういうベルカーブがこうなってんねん。で、これ、地方やからじゃないですよ。兵庫ほど市民運動の発展段階が遅れてる地域は、僕は他知らないです。群馬の方がマシぐらいです。だから、市民運動のレベルで言うと、わかりやすく言うとね、もうこの名前出すと、笹山東雲高校で平均点取ってるからええやろうと思ってるけど、それ灘行ったら赤点やん。いや、そういうことです。それはもうしゃあないねんけどね、南波さんみたいな人が地元に残ってるっていうのは哲学的なことを経て地元に残るということを、特に南波さんのポロッと書いてることを見てると、即分するにですよ。文字通り即分するに、阪神淡路大震災というのが大きな契機のようには思いますけれども、あの学力とあの教養があったら、今頃、それこそ、ニューヨークかシンガポールか、ロンドンで仕事してるわな。あるいは上海で仕事してるわな。で、でも、だから普通の賢い子っていうのはさ、みんなさ、よそ行くやん。もう兵庫なんかおらへんやん。ということの結果やと思うんやけどね。それは大都市近郊にある郊外の宿命みたいなとこなんかもわからん。もっとほんまに田舎やったら、賢い子が逆におんのかもわからん。網走とか、ウラジオストックとか、どこも出ようがないとこやったら賢い子が残ってんのかもわからん。だって考えてみいや。いや、例えばね、首長に対する反対運動をやってる自治体なんかなんぼでもありますよ。例えば、パッと思いつけた横浜なんかもうこの7、8年ずっとやってます。7、8年もならんか。山中が市長になった何年前あれ。
2020年5年ぐらいやってんのかも。山中やめろ、山中やめろ、言うて。コロナ禍の頃やから、5年ぐらい前やな。5年ぐらい前に、やって、あれからもう横浜では山中やめろ運動ずっとやってはる人いますよ。兵庫のその目立ってる運動体、いろんな運動体ありますよ。ただその目立ってる運動体に限定して言うとね、ずっと運動体やってて、ずっと運動体をやってて、こんな本出すの、兵庫だけですよ。だから先っぽ走ってる人は最先端なんですよ。それを、元彦は逆のパースペクティブぐらい、元彦はそれに高くくっとんですよ。愚民であると思うとんの。だから新聞が書くまでほっといたの。です。で、ちょっとさっきね、この朝日の記事で、在阪メディアの問題点ってことを言うたんですけど、僕が思うにね、メディアとして書かなきゃいけないのは、実を言うと、今回の僕の本というか、この本に僕が寄せた原稿の主題でもあるんですけど、僕はね、メディア論的なことを書いたんです。てか、ジャーナリズム論的なことを書いたんです。今回の原稿で。青本の方に僕が寄せた原稿は。で、要はどういう立て付けかっていうと、その、2024年の兵庫県知事選挙でね、一番よく言われるのは、オールドメディアとニューメディアの対立だってことをよく言われるわけですよ。その、オールドとニューの分け方って、要は YouTube と TikTok の方をニューって言うてるし、オールドは新聞とかテレビとか雑誌のことをオールドって言うてるでしょと。それは、その、合うてる間違うてるの前に分類が違うという話をしてるんです。媒体の新旧関係がないという話をしてる。いや、どういうことかっていうとね、千代さん、松本さん、尾形さん、赤澤さん、この人らね、どっちかというとニューメディアですよ。その分類でオールドかニューかで分けるとしたら、俺も含めて。菅野、千代、赤澤、松本。だって発表媒体メインはネットやねんもん。YouTube と TikTok がニューで新聞、テレビ、雑誌がオールドだって言うんやったら、このメンツは全員ニューですよ。でもね、やってる仕事オールドなんですよ。要は調査して記録してそれに基づいて質問するというオールドメディアでやってる仕事をやってるわけ。ですよ。で、オールドメディアの方にもニューメディアみたいなことやってるやつがいる。だっていうことは分類するのは、の軸というのは権力の批判的検証という軸しかないんじゃないんですかという話をしてんの。だから、権力の批判的検証を放棄したオールドメディアもあるわけですよ。で、権力と批判的な検証をしているニューメディアもあるわけです。だとすると、分けれる軸というのはね、権力の批判的検証をしているメディアかどうかということだけなんだと。なので、兵庫県知事選挙というのはメディア論的に語ると、オールドメディアが負けてニューメディアが勝ったんではなくて、残念ながら権力の批判的検証をしている側が、権力の批判的検証しない側に負けたということなわけ。だということを書いてるんですね、僕は。で、そこでね、在阪メディアは今回も2024年の3月に犯した失敗をしてるんです。てかもっと言うとね、3月の終わりまでやってた失敗があるんですよ。どういうことかというと、告発文書の宛先になってたメディアもあったわけ。で、俺もこの時間で何度も言うてますけども、物書きとかね、メディアの世界にいるとね、ああいう文章っていうのは、もう毎日のように送られてくるんです。なんやったら、この間のロフトのイベントの時の差し入れの中にもそんな手紙入ってましたよ。で、来たら僕らの修正として、こういうことが得意な分野の人にそれを回すんです。いや、例えば、N 国絡みの告発みたいなのがあったら、俺、千代さんに回すやん。その方がに決まってるから。じゃあ、藤倉さんのとこに来た日本会議系の話とかって俺とこ回ってくんのよ。で、自分で受け取って、これは誰にとっても取るに足りないと思ったら自分のとこでそれこそクシャッとするし、で、回ってきて自分の専門分野やけども、専門分野としてやった方がええなと思ったらやるし、やる価値ないなとやらへんし、そんなもん受け取った側の問題ですからね。で、県民局長は告発文書を10人にしか限定してなかったけども、まさに斉藤元彦という当事者に渡ったように、メディアの中にはあれがもう早うから回ってたわけ。で、どこも軒並み、どうでもええわ思ってたよ。
どうでもええわ思って、もうた人が全員自分が宛先になってた、あるいは元彦が回ってきた、元彦に回ってきたように、自分のとこにも回ってきた人も、こんなんどうでもええわと思って置いてたんです。で、3号通報というのは、それでいいんですよ。それを3号通報と言うんです。でも、元彦は勝手に、公務員失格や嘘800やってことをわーって言うてしもたから大騒ぎになったわけ。でもね、大騒ぎになった後、ほとんどの在阪メディアが、元彦が大騒ぎにしてしまったから、あの告発文書の中身を取材せなあかんということになったわけですよ。その時に在阪メディアは、書かれてる内容の社会的な重みについて、そのプライオリタイジングで取材しちゃった。わかる？だから最初にやったのは公金の不正利用であるパレードのあの疑惑がほんまにその指摘の疑惑なのかということを検証する、その話がほんまかと嘘かを検証する取材に行ってしもたんだ。要はその伊予木部先生が亡くなった経緯であるとか、パワハラの話であるとか、それからパレードの話であるとかっていうのが、あの紙には書かれてる中で、在阪メディアは3月の27日に、斉藤元彦があれを大騒ぎにした結果、取材せんならんとなった時に、あの紙の中に書かれていることが、もし本当であれば、どれが一番社会的インパクトが大きいですかという価値判断で、取材の優先順位を作ったな。要は事件性が高いものから調べていくってことをやったの。だからみんなパレードに飛びついたんですよ。でも違うね。3月27日であの告発文書にもが持ってるコノテーションが変わったんでしょ？元彦が騒ぎ始めた結果。だとすると、調べなあかんのは、あの紙に書いてあることが嘘かほんまかちゃうねん。元彦の言うてることが嘘かほんまかやねん。あの紙に書かれてるかどうかということがほんまかどうかが重要だったのは、元彦が騒ぎ出す前。元彦が騒ぎ出した後は、元彦が騒いでることが妥当かどうかを検討することの方がメディアとしては重要なんです。それが権力の批判的検証なの。で、みんなパレードのことやってたんやけど、一番最初に立ち上げたのが例のコーヒーメーカーの話だったんや。読売新聞は賢かったんですよ。読売新聞は取材の主眼をたった読売新聞だけが元彦の言うてることがほんまかどうか、すなわちほんまにあの紙は嘘800かどうかを全部調べ始めた。だとするとコーヒーメーカーほんまにおねだりしとったんや。現場行ったら。ということはあの紙は少なくとも嘘800ではないということが分かったわけですよ。だとすると問題は嘘800ではないという神のことを嘘800と言ってしまったあなたの発言は信用に足らないですよねという問題になるわけですよ。で、それがね、権力の批判的検証という行為なわけ。で、今回俺がやばいなと思ってんのは、またそれと同じ失敗をね、在阪メディアやりかけてるの。どういうことかっていうとね、この朝日の見出しが全てを物語ってるんだけど、地方債を違法に発行したことが問題や言うてんねん。そうやねん。確かにそうです。地方債を違法に記載したことは、それは問題で違法行為です。で、それは事件性という意味では極めて高い事件性を有しています。が、メディアは権力を批判するために県庁の中に記者クラブという一室を与えられて仕事をしてるんですから、やるべきなのは、元彦がこの問題にこれまでどう対応してきたかということの検証ですよ。その失敗について小林さんがこの本の中で明確に答えてます。2024年3月の時の NHK が犯した失敗のことを小林さんがこの兵庫県知事問題失敗の本質という中で意味軸も書いています。では、情報を先に入手していた方は何をしていたのか。すでに述べたが、文章を最初に見た時に私はその内容に応じて取材の優先度を決めていた。優先度が最も高かったのが真実であれば公金の不正使用にあたるパレードの協賛金疑惑だ。次が権力者によるパワハラ疑惑。コーヒーメーカーが含まれていた贈答品疑惑については優先度は高くなかった。という判断で NHK は動いてたの。でも、
読売新聞が一番最初に書いたのは、嘘800って言ってたけど、嘘800ちゃうかったコーヒーメーカーの話はほんまやったって記事を書いたわけ。その記事を読んで小林さんは、読売新聞の記事を読んで気づいたが、私は判断ミスを犯していた。文章の告発内容の傾聴よりも、むしろ報道する価値があったのは、そこに事実が含まれるかどうかということだった。すなわち権力が嘘800と規定したもの。実を言うとここのポイントは、今回の元彦のやり方、メディアの騒ぎ方だけじゃなくて、今日の15分動画のテーマにもつながるので覚えておいてください。権力が発した言葉が本当かどうかを検証するというのは、メディアの一番最初の仕事のはずでしょ。元彦の一番最初の仕事が、井戸県政の平風を吹き払うというのが元彦の一番最初の仕事であったように、メディアの最初の仕事というのは、権力の発する言葉が嘘800かどうかを確認することです。だから NHK の小林さんは間違えてたのよ。すでに権力の言葉が発せられてるにもかかわらず、その権力の言葉をさておき、権力の言葉とは関係のないパースペクティブであの文章を吟味してしまってたの。そうではなくて、あの文章は権力が発した嘘800公務員失格という発言が本当にそうなのかということを検証するために文章の真偽というものが確認されるべきだったんですよ。それができなかった。2024年3月の在阪メディアは。で、今回この借金付け替え問題、338億円の借金付け替え問題でもまた在阪メディアは同じミスを犯しそうです。すなわちどういうことかというと、違法な記載行為ということの違法性を報じてしまいそうです。違います？そうではなくて、県の財政に対して元彦が何と言っていたかということを、議会の議事録と定例記者会見と過去見の記者会見から全部洗い出すことです。文春増輪、具体的に言ったらさっきのツイートの中にあった文春増輪事業とか、あんなもん元彦が言う前から竹内さんがされてたことですよ。それを検証するのがメディアの仕事だし、それを検証できるからメディアと呼べるんです。で、これ別に井戸さんをかばおうとしてるわけではないけど、さっきが言うてるように、井戸さんの名前100万遍取られたら借金減るか言ったら減らへんねんから。だって井戸さん知事ちゃうねんもん。で、さらに言うとですよ。で、これは当時の財政部長のミスでしょうよ。誰か知らんけど。当時の財政部長のミスです。当時の財政部長のミス。その当時の財政部長のミス、井戸さんのミスを偽計業務妨害で刑事告訴したらええよ。いや、ちなみに俺が元彦やったらまずそれするよ。時効成立してるかな？してへんと思うけど、違法性の認識がないっていうのは結構でかいからね。俺がもし元彦やったら、直ちに偽計業務妨害で井戸さんと当時の財政部長を告訴します。あるいは特別背任かな。もし俺が元彦ならね。で、それで有罪判決出て、わからん。どこや、こんな港川神社の参道の中にこんな十字架組まれて、当時の財政部長と井戸さんがこうやって有罪判決が下りたから言うて、神戸地裁からそのまま港神社のとこへわーってここに首つけられて、あらなつけられて、井戸さんが、で、この港川神社の参道のとこに十字架がバーッ立ってて、それで、有罪判決が出ましたって晒し者に3日間になって、で、下に焚き木組んでガソリンかけて火つけて死刑にしたところで借金は減らん。なんやったらそこで組んだ薪の値段とガソリンの値段で金がまた出ていく。だとすると検証すべきなのは、この5年間、現執行部である斉藤元彦執行部が井戸時代から囁かれていた財政の付け替え問題にどう対応してきたかということを検証することでしょう。建設的な議論というのはそういうことを言うんです。What have you been doing for this 5 years ですよ。という問いを立てることが本当はメディアの仕事のはずです。ということで、早期健全化団体、斉藤元彦支持者という低能集団にかかるとこうなるわけですが、早期健全化団体って聞くと先手を打って素晴らしい経営改革をしている優秀なグループに聞こえます。都道府県で初早期健全化団体の指定を受けるという浮き目に合う兵庫県ということで、元彦が
昨日歴史に名を刻んだわけであります。あともう一つ。これは15分動画でも触れることですが、元彦は東京でも歴史に名前を刻んでおります。読売新聞、東京でも読売新聞の一面型、選挙 SNS 対策成立、公選法上プラ法、産経新聞一面トップ、SNS 選挙偽情報歯止め、事業者に対策義務、毎日新聞も一面型、選挙偽情報対策成立、改正法 SNS 事業者に義務付け、朝日新聞、選挙 SNS 対策義務化、偽情報事業者に措置求める。ということで、各紙が軒並みこれを一面に持ってきております。どの新聞も解説面を読みますと、2024年兵庫県知事選挙で問題になった SNS の偽情報という言葉が、この法律の立法根拠であるというふうに解説されております。朝日新聞、毎日新聞という左翼の新聞名ではありません。産経新聞もです。昨年の通常国会で成立した公益通報者保護法改正、あれも通称元彦法と呼ばれていました。今回の公職選挙法と上プラ法の改正も通称元彦法と呼ばれています。素晴らしいですね、斉藤知事は。2年連続で通常国会でできた法律の立法根拠を提供してるんですよ。歩く立法根拠。まあ歩かへんか。20メートル歩いたら怒るんやん。歩く立法根拠で。生きる立法根拠。なかなかできることやないですよ。やろうと思ってもできることじゃないですよ。すごい、これ前人未到の偉業。オウム真理教でさえね、一国会で済んでますから。法律。あとは行政上の措置でね、破防法を適用するかどうかっていう揉め事はありましたけども、長い間揉めましたけど、法改正っていう話でも、オウム真理教なんか1国会で済んでますよ。元彦は2国会かかってるからね。国会の手数で言うと、オウム真理教よりも、元彦の方が手間かけてるんです。揉めたんはね、破防法の規定をどう適用するかとかということでね、ちょっとそれは揉めたのは揉めましたけど、それは長い間揉めたけど、立法作業そのものは一国会で済んでるからね、オウム真理教は。要は、それもまさに元彦と同じですよ。地下鉄サリン事件の前にね、地下鉄でサリン撒いたことを処罰する法律なかったんですよ。だってそうやん。だって地下鉄でサリン撒くような人がおると思ってないもん。いやもう小玉響き、こんなやつおらへんやろ。いや、わからんわ。そんなやつおらへんやろ。だから、地下鉄でサリンを撒くやつがほんまに出てくるまで、地下鉄でサリン撒くやつなんかおると誰も思ってなかったから、地下鉄でサリン撒くことそのものを罰する法律はなかったんです。だから、地下鉄サリンの犯人たちは何で処罰されてるかというと、傷害と殺人なんですよ、普通の。今は、もうサリン持ち込んだだけで、撒いただけで、プラス、いわゆる量刑が重くなるという法律あるけども、当時は、その裁判では、地下鉄にサリンを撒いたことは問われてないね。問いようがないから、法律がないから。今はあかんで、当たり前です、法律ができたから。でそれと一緒で、元彦が出てきたから、公益通報者保護法は改正したし。偏差値の低い高校の校則が分厚いのと一緒ですよ。アホが多いとルールが増えるってやつです。偏差値の低い高校って校則厳しいでしょね。で、それと一緒です。学校の勉強できひん子はルール増やしていくんですよ。一緒のことです。で、地下鉄サリン事件がまさにそうです。サリン等による人身被害の防止に関する法律っていうのができたんです。まさにその法律ができたんですけど、サリン撒いたやつがほんまに出てきて。で、もう30年前の話ですからみんな覚えてないですけど、議論の時にその法律のことを何て言うかと、オウム新法って言ってたんですよ。いわゆるオウム新法って言ってた。オウムみたいな無茶苦茶なことするやつはおらへんやろうと思ってたから、オウムがやったことを改めて非合法にするための法律を作ったわけです。だからオウム新法って言ってたんですよ。それの例になったら、これ、公益通報者保護法改正も、公選法の改正も、上プラ法の改正も、元彦新法ですよ。素晴らしいですね。
歴史に名前を残しました。オウム真理教の隣に斎藤元彦という名前が刻まれました。しかも、オウムは1国会で済んだのに、斎藤元彦は2国会かかったというね。素晴らしい。何者にも代え難い偉業です。ちなみに今日の15分動画は、斎藤元彦レベルの知性の人間であれば絶対話についてこれないだろうが、この元彦新報が何が問題かという話をします。以前もした話なんですけどね。いかがでしたよかったよかったなあなあよかったよかったなあなあ気づかなかった言うな。気づけ。国会でまたしても斎藤元彦さんが立法事実となる法律が出来上がりました。一面トップに持ってきていたのが、朝日でも毎日でも東京新聞でもなく、ゴリゴリ右の産経新聞なので、産経新聞で紹介しておきましょう。SNS 選挙偽情報歯止め。改正法案成立。事業者に対策義務。どういうことを、見出しで一面トップになったらここなんでやっときましたが、毎日新聞が詳しいです。選挙運動に関する SNS 対策の改正法案が13日の参議院本会議で賛数多数決により成立した SNS 事業者に対し、偽情報による悪影響を軽減するための措置を義務付ける。罰則は設けず、総務省が措置の指針を定め、事業者に具体的な対応を委ねる形だ。ということですね。で、これなんでこういうぬるい法律になったかという背景に関しては、日経新聞が詳しく報じています。日経新聞の3面です。選挙投稿 AI 利用を明示、偽情報対策改正2法が成立ということなんですが、来年の春、この来たる春の統一地方選挙から、SNS の利用者には、候補者の偽情報を投稿しない義務、AI で作った動画画像には表示義務が課されます。で、事業者、運営側には、選挙への悪影響の軽減措置が義務化されます。で、対応は事業者の判断で年に一度対策を公表するべしという法律が出ました。で、これで何を考えてるかというと、政治家そっくりの偽動画を作ることとかね、偽情報を拡散すること、選挙コンテンツで収益化すること、これを対策すると言ってるんです。で、もうここまで読んだらわかるように、もう日経新聞も文字通り書いてるんですけどね、なんでこんな法律が必要か言うたらね、2024年の兵庫県知事選挙があまりにもひどかったからですよ。で、これは緩いんです。事業者に対応を任せたりとか。で、ただね、僕が問題なのは、ここで、候補者に対する偽情報に関して、罰則規定はないものの、禁止条項ができたことというのは、僕は大反対です。絶対反対です。これは悪法です。パッと見、法律に見えるかもわからない。これは悪法です。元彦新法のダメさ、これ通称元彦新法ってほんまに言うんですけど、元彦法のダメさは元彦が立証しています。権力者というものは自分に歯向かうものを嘘800って言うんです。自分への批判意見を嘘800って言うんです。そして元彦の嘘800発言こそが2年経って嘘800であったってことが明らかになったように、権力者があいつが俺に対して言ってることは嘘800だっていうときは、その嘘800の指摘が嘘なんです。それは後でしかわからんのです。だから、実を言うと、選挙の時ほど、とんでもない後から見てデマ、後から見て間違いという情報が飛び交う、むしろべきなんです。選挙は普段よりも真偽不明確な情報がさらに飛び交う状態であることがむしろ健全なんです。だから嘘か本当かでその投稿が選挙に悪影響を与えるという考え方そのものが民主主義に逆行する考え方です。じゃあどうするか。ずっと言うてるようにクレジットを明記にするべきですよ。お金が儲かるからええ加減なことを言うんじゃないんですよ。なぜか言うたら、収益化してないアカウントでもええ加減なこと言うんやから。お金儲かるからみんな虚偽情報とか言うねんとかすぐ言うやん。YouTube の収益アカウントで変なこと言うてるやつが多いから。そやけどさ、収益化してないアカウントでも変なこと言うてるやついっぱいいるやん。
ということはお金が生まれるかどうか、嘘を言うかどうかのメルクマールじゃないんですよ。分岐点じゃないの。分岐点は嘘を言うても責任取れるかどうかの境目ですよ。ヘライザーがむちゃくちゃなこと言うの、カシーナッツがむちゃくちゃなこと言うの、正体隠してるからやん。すっごい単純です。収益化してるかどうか関係なく、SNS への発信に選挙クソも関係なく、マイナンバーカードの登録を決めたらいいんですよ。別に匿名でやっててもいいですよ。別に仮面つけて喋っててもいいですよ。でも、そのアカウントはマイナンバーカードに紐づいといたらいいんです。で、実際ね、立花隆、今もコメント欄にあったんやけど、立花隆は正体分かってて、どこの誰か分かってる状態でも、言うてることを兵庫県知事選挙で立花隆が言うてたことは全部嘘です。後に自分が全部嘘やったと認めてます。全部嘘です。全部嘘やけど、自分がどこの身元がどうかっていうの分かってる状態でも嘘つくやつは嘘つきます。でも嘘ついてあえて逮捕されるんですよ。嘘ついてあえて責任を負わされるわけですよ。で、余計なこと言うたり、いらんこと言うたり、アホみたいなこと言うたら、お前も立花隆みたいになるぞということにしとかんとダメなんですよ。今、立花隆はああなったのは、立花隆はどこの誰べえかということが分かってるからああなったんであってね。どこの誰べえか分からん状態だったら開示請求から始めなきゃいけないわけですよ。それじゃダメなの。明確です。で、これはね、ちょっと話はレベル下がるけども、すべてそうですよ。身元を隠して発信している情報に正しい情報はないです。逆に言いましょう。組織の中でね、内部告発するときに自分の身元を隠すってのはわかる。それが内部告発ってもんです。内部告発はそうあるべきです。がね、こうやって YouTube とか Twitter でもいいですよ。Facebook でもいいですよ。何々という意見を言うときに、身元を隠さなければいけない理由なんてないです。ないんです。証拠が僕です。斉藤元彦人殺し言われても逮捕されてないんですよ。それは刑事告訴されてますよ。名誉毀損で。で、この刑事告訴がどういう意味を持つかということは明日ちょっと話しようと思うんですが、刑事告訴されてますよ。はい、されてます。おっしゃる通り。でもね、逮捕はされてないの。住所も名前も電話番号を晒しながらね、元彦にこんなことしてても逮捕されてないし、高市早苗、安倍晋三にこんなことしてても逮捕されてないの。じゃあ、匿名の発信の意味って何かね。逆から言いましょう。先ほど立花隆の話を出しました。立花隆みたいに名前も顔も住所も何もかも公表しながら嘘をつく奴がいるんです。だとすると、名前を隠してネットで発信してる奴が嘘をついてる蓋然性はさらに高いんじゃないかね。それはね、どの分野もそうです。政治とか選挙だけじゃないです。金融の株の買い方を解説する YouTube も筋トレ解説してるやつも、まともなやつは全部名前と顔と住所出してます。別にそのハンドルネーム使うのもええですよ。ネカマになるのもいいですよ。何でもええです。何でもええ。やるのは別に何でもええですよ。やるのは何でもええ。やるのは何でもええけども、やんねやったら、裏でちゃんとマイナンバーカードとか免許証とか保険証と紐づいてるという状態で身元がすぐにわかるぞという形にしてやれ。そっから先の言論の勝ち負けは、それは自由市場ですよ。ただ自由市場に参画するんであれば身元を明らかにしろ。要は、なんで選挙で SNS が荒れるか。選挙で SNS が荒れ、SNS が選挙を明らかにしたら、責任の体系が明らかじゃないから、マーケットが歪だから荒れるんです。言論はマーケットです。よりクオリティの高いものが売れるんです。で、その自由のマーケットに参画するときに、あなた方、匿名で証券会社の口座開けますか？マーケットの最たるものである株式市場の売り買いをするときに、証券会社の口座を匿名で開けれるんかよ。健全な市場というのは、売り買いするものの身元が明らかな市場のことを言うんです。言論は自由でなければいけない。しかしその言論というのは、竹内さんがそうであったように、渡瀬さんがそうであったように、ほとばしると人を殺す可能性を持っている。だから、どんなことを言ってもええけども、言ったことにはみんな責任を取らなきゃいけない。責任の所在を明らかにするという法律が、
言論の自由市場がネットの力で一般市民まで広がったんやったら、その一般市民が言論の自由マーケットに参画したいんであれば、昔の物書きがそうであったように、ちゃんと住所、氏名、名前を名乗れ。嘘かどうかデマかどうかは、その自由市場の検証に任せるべきです。で、自由市場というのは残酷なんですよ。資本主義の波に乗るというのはこういうことです。兵庫県政問題家電社から出る本は三宮の純駆堂の前に並ぶけれども、自費出版は並ばない。これが言論の自由市場の残酷な姿です。言論の自由市場で自由に言論が相互批判にさらされるべきだからこそ、広告は規制されるべきなんです。金の力でマーケットが、言論というマーケットが左右されたらおかしいでしょ？さっき証券会社の例え出しましたけど、皆さん、株式市場という究極の自由マーケットに参加するときは、個人投資家でも、免許証なら免許証、マイナンバーカードならマイナンバーカードで自分の口座と自分の個人情報を結びつけてるわけですよ。で、それで売り買いに参加するという責任の所在を明らかにしてるわけです。だから一般投資家でももしひょっとしたらインサイダー取引みたいなことだったら逮捕されるわけですよ。それが株式という自由主義自由なマーケットの決まりです。でね、広告を規制すべきとこう考えたらいいんですよ。皆さん、三菱 UFJ、E 証券やったら、立花証券、ネット支部やったらネット支部、SBI 証券やったら SBI 証券のアプリケーションを叩いて、目の前にこんなダッシュボード出てるときにね、この株買いましょうって、この株買いましょうって広告出たらどうすんの？今日はこの株が売りですっていう広告出たらどうすんの？どっかの企業が金出して、株式会社何々の株は今後値上がりが見込まれます。ぜひお買い求めようっていう広告流れたらどうする？それ自由か？ということです。だから広告は規制されるべきだし、自由市場に参加する人間は身元を明かすべきなんです。こういう観点が今回の元彦法には欠けています。斉藤元彦、立花隆という愚劣な人間を牽制する効力を今回の改正法は確かに持つでしょう。それは僕も認めます。が、それは同時に民主主義に逆行する。近代的な自由主義の思想からは逆行する内容であるということを指摘せざるを得ませんというお話でした。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。